おはようございます。こんにちは、こんばんは。心を楽に生きれるように、ヒーリングスペース合気道ヒーラーの新井です。よろしくお願いします。今回は、名は体を表す、命名と解明と生命判断というお話になります。よろしくお願いします。今からね、生命が誕生する、生まれてくる赤ちゃんとかに名前、それを与えるのが命名になります。命の名前ですね。私自身ね、生命判断もメインとして使っているので、今までね、十数年やってきましたけど、赤ちゃんの名前、命名ですね。そのご依頼も結構ね、いただいているんです。そして、この命名に関してね、注意してほしいポイントっていうのが結構あるんです。パソコンとかでも、携帯とかでも、パッとこう、命名とか赤ちゃんの名付けって調べたら、いっぱい出てくるんですね。そういう画数を調べれるとか、名前の意味を調べれるっていうのが、すごく便利なものがあるんですね。それは活用するっていうのはね、いいんです。ここで気をつけてほしいポイントっていうのはね、その今から生まれてくる子供の名前、例えば名前だけ良ければいいっていうわけでもないんです。あとは生と命のバランス、それも良ければいい、その子だけ良ければいいっていうわけじゃないんです。私が重要にしているのは、今から生まれてくる子はもちろんですよ。だけど、お父さん、お母さんとか、その子の兄弟とご縁がしっかりつながっている。しかも、いいご縁がつながるようにバランスを見ることってとっても重要なんです。なぜかっていうとね、子供の名前を見ればね、その時の親、お父さんとお母さんの関係性も現れてしまうんですね。例えば、親が離婚するような暗示がある名前っていうのも結構多いんです。そしてそのお名前を持っている人ってだいたい20歳になるまでには親御さんがね、離婚していたりっていうパターン。それが90%以上。今まで私が見てきた中でね、命名だけじゃなく解明だけじゃなくね、すべて入れての生命判断で見た結果です。だから子供の名前決めるときっていうのは自分たちの名前もちゃんと見て、しかもいいご縁がつながるように、そこまで考えるべきなんですね。自分たちの悪い画数、悪いご縁の部分と子供の悪い部分のご縁がつながってしまうとね、トラブルの元になってしまうんです。親子関係に不和が現れたりっていう。これは100%じゃないですよ。だけど90%ぐらいの確率でこのご縁に大きく影響してしまうんです。今からね、赤ちゃんの名前とかもし考える時があるんだったら、子供の名前だけよくしようっていう考え方じゃなくてね。で、わからなかったら専門家の人にまず相談してみるっていうこと。それをお勧めします。名前っていうのはね、命名の場合だったら、親御さんがね、その子に与えれる、この世に生まれてきて、2番目に与えれるプレゼントなんです。1番目はね、この世に生まれてくるっていうことが、親が子供にできる一番最初のプレゼントです。2番目が名前なんですね。だから、その子がね、少しでもいいご縁の人と知り合えるように、そして嫌なこととか悪い経験を少なくね、済むようなお名前、それを少し考えてあげてください。それは自分たちが気持ちをね、楽にして生きれるための一つのね、判断材料だと思って、あんまりぐっと難しくね、考えないようにしてください。ぐって考えすぎたら逆にね、動けなくなっちゃうから、自分が良くなるために、その選択肢として専門家に聞いてみるっていうこともね、少し頭に入れてみてください。ありがとうございました。